話なのだ。これはアクスレイのゲーム画面である。見ると一瞬で背景の表現方法に目が釘付けになると思う。地面の模様は奥では細かく、手前では大きく見えるように描かれていて、ただスクロールしているだけなのに奥行きがあるように見える。他のゲームでは見たこともないような、なんとも独特な背景の描画であり、どういう技術で実現しているのか気になって仕方がない。この動画ではゲームの動きを見ながら、ゲーマーには正直どうでもいいプログラマーのディープで細かすぎる視点からゲームの設計を深掘りしていきたいと思うのだ。今回は1992年にコナミからスーパーファミコン向けに発売されたアクスレイを見ていく。まずはオープニングから見ていくが、目を引くのがこの雲の表現である。機体が上昇していくにつれて雲がどんどん小さくなり、画面の奥へ流れていくように見える。この表現はスーパーファミコンの目玉機能であるモード7という画面による拡大縮小機能によって実現している。スーパーファミコンには多重スクロールできる背景画面の枚数や使える色数などの組み合わせが異なる8種類の画面モードが用意されており、ゲームに適したモードを選択できる。背景画面は横 8× 縦8ドットまたは横 16× 縦16ドットのパターンをタイル上に並べて構成される。そしてこの一つ一つのパターンごとに使える色数に制限があり、表の数字はその色数を示しているのだ。アクスレイではこうした画面モードを場面に応じて使い分けている。例えばモード1は最大3枚の背景画面を同時に表示でき、2枚は16色、1枚は4色で使うことができる。一方、このオープニングで使われているモード7は背景画面の回転、拡大縮小という高い表現力を持つ代わりに、使える背景面は1枚だけという大きな制限があるのだ。しかしこのオープニングではいきなり雲が二重スクロールするというイレギュラーな表現をしている。このトリックは比較的シンプルで、奥を流れる雲をモード7の背景画面で描き、手前の雲をスプライトで重ねているのだ。つまり背景画面は1枚しか使えないが、スプライトを組み合わせることで雲が何層にも流れているように見せているのである。さらに奥の雲と手前の雲が自然になじむように、奥と手前の雲を RGB のカラー成分ごとに加算し、半分にする半加算という色の処理をしている。そのため手前と奥の雲が重なる部分では、単に絵を重ねただけではなく、色が混ざったような独特の見え方になっているのだ。細かなことで気になったのは僕だけかもしれないが、この時戦闘機の色は少し暗くなっている。これは半加算の関係かと思ったのだが、関係はなく、パレット色を暗くした意図的な演出だった。各スプライトには対象かどうかの選択がなかったので、一括で対象になると思っていたのだが、使用できる8組のパレットで前半の4つを選んだスプライトが対象になる仕様だった。よく考えられた仕組みなのだ。ここからはゲーム本編を見ていく。オープニングでは背景を大きくしたり小さくしたりする機能を使って雲が奥へ流れていくような立体表現を作っている。しかし一面の縦スクロールステージでは同じ方法は使われていない。パッと見ると地面が奥へ伸びていき、手前に広がってくるように見える。まるで斜め上から地形を見下ろし、
平線を見ながら飛んでいるような画面である。しかし実際には背景を 3D 的に変形させているわけではない。ここで使われているのは最も 2D ゲームらしい方法であるラスタースクロールによる背景の歪みである。右側の画像はスーパーファミコン内での雲の背景画像である。他のゲームであれば背景は画面全体で同じように流れていく。しかしアクスレイでは画面の上と下で背景の表示する位置を少しずつ変えている。奥に見える部分はあまり動かさず、手前に見える部分ほど大きく動かす。このスクロール量の差によってただの 2D 背景なのに地面が奥へ続き手前へ広がってくるように見えるのである。この処理の応用としてマグマが画面中央の谷に落ち込んでいく表現にも使用している。完成したものを見れば他愛のないことかもしれないが、このようなアイデアを思いつくのがプロの仕事なのである。そしてこの表現を成立させているのは背景の動かし方だけではない。地形のパターンそのものも 3D っぽく見えるように描かれている。ゲーム画面から見える斜め上からの視点で見えるような背景を最初からそういう絵柄として作られている。つまり後から無理やり立体に変形しているのではなく、背景そのものが立体的に見えることを前提に設計されているのである。このステージでは敵の見せ方にも工夫をしている。雲の下から現れる敵は先ほど説明した半化算を使って雲となじむように表示されている。ただし半化算は2つの色を足して半分にする処理なので、現代的な半透明処理のように透明度を自由に変えられるわけではない。つまり単純に重ねるだけでは雲に隠れていた敵が少しずつ姿を現すような滑らかな濃淡の変化は作りにくいのである。そこで敵の色そのものを段階的に明るくしていくことでセルフで色の割合を変え、雲の中から少しずつ姿が浮かび上がってくるように見せている。単純なように見えて実はかなり繊細な処理なのである。続いて横スクロールステージを見ていく。まず目を引くのが背景の多重スクロールである。遠くの星、手前の構造物、さらにその間にある背景がそれぞれ違う速さで流れていく。これによってただの横スクロールではなく、画面の奥に広い宇宙空間があるように感じられる。そしてコロニーの中で気になるのは、この貨物用エレベータがどのように描画されているかである。背景画面で描いているとすれば、上昇するエレベーターと下降するエレベーターの共存は悩ましい。またスプライトで描いているとすれば、この大きなキャラクターがちらつかないのは謎になる。まず星空は背景画面が3枚使えるモード1を使い、3枚の背景画像を重ねる王道の描画手法を使用している。これはエレベータに入る直前で使い方が変わる。星空は見えないのでプレイヤーには気づかれないが、背景画面3の星空が消える。この星空が消えたタイミングでモード2に切り替わっているのだ。エレベータは背景画面1の一部として描かれているのだが、背景に並べるパターンの情報を持つネームテーブルを見てもエレベータの映像は止まっている。ここで使われているのがモード2で使える特殊な背景スクロール機能である。通常の背景スクロールは背景全体をまとめて動かすが、
モード2では背景の一部分だけ読み出す位置をずらすことで部分的なスクロールができるのだ。つまりこの場面ではエレベータの絵を描き換えて動かしているのではなく、背景位置のエレベータの部分だけ縦方向の読み出し位置を変えることでそこだけ上下に動いているように見せているのである。これにより限られたスプライトを消費することなく大きなキャラクターを動かしているのだ。しかし単純にモード2に切り替えると不都合なことがある。それはモード2では背景画面散を使用することはできないのだが、画面上部のスコアなどの表示は背景画面散が担当している。そこで画面の縦の範囲でモード1とモード2を高速に切り替えるという荒技をしているのだ。なお、エレベーターの上部に壁が描かれ、その下をエレベーターが通過する。これはこの部分はモード1であるため、モード2で動かすエレベーターを描画できないので、この壁を描くことでそのことを隠しているのだ。なお、壁が上下に動くのも同様の仕組みを利用している。このステージの最後には特徴のあるボスが登場する。このボスでまず目を引くのが頭部の動きだろう。頭部が細かく角度を変え、それに合わせて発射されるレーザーの向きも変化する。勘の言い方ならすでに気づかれたと思うが、ここは回転拡大縮小ができるモード7を使用している。モード7用の背景データを角度を変えながら読み出すことで頭部が滑らかに傾いているように見せている。またレーザーも頭部と同じモード7の画面に描くことで頭部が傾くとそれに合わせてレーザーの角度も一緒に変わって見える。つまり頭部とレーザーを一体の画面として扱うことで自然な連動を実現しているわけだ。ただしここで気になるのが、モード7で使える背景画面は基本的に1枚だけという大きな制限があるという点である。それなのにこのボス戦では天井と床があり、さらに壁との接合部などの絵までしっかり描かれているのである。さらに言えば背景画面位置にはボスと天井と床が描かれているのに、頭部が回転しても天井と床は回転しない。実はここも先ほどのエレベーターと同様に天井と床、ボスでモードを切り替えることで対応しているのだ。さらに壁の接合部のようにモード7の背景1枚だけでは表現しきれない部分についてはスプライトを重ねて補っている。回転拡大縮小という最強の機能であるが、この頃の家庭用ゲーム機では完全なものではなく、開発者の技量を試される開発者泣かせの機能であったのだ。次はステージ3のボスについてである。ボスを一部壊すと理不尽にも外装が追加されパワーアップして攻撃してくるのだ。ここのシーンは背景画面とスプライトをうまく使って表現している。ボスは背景画面位置で描画されているが、変形する直前に映像はスプライトにスイッチする。そして背景画面位置で変形後のボスの映像をだんだんと表示させ、完全に表示する段階でスプライトを消す。スプライトをうまく補助に使用した表現であるのだ。今回はこれで終わりなのだ。次回はまた別のゲームを見ていきたいと思う。では今日はここまで。バイバイ。